こんなん出ました。RC 東郷。こんにちは、あじこどうもです。ドスログです。はい。はい。オーバードーズのヨードです。はい。よろしくお願いします。同い年なんですよね。さっき近くが見えないっていう話をしてたらね、ヨードさんに思いっきり笑われちゃったんでね、その見方はやばいですねって言われてね、みんな変わんないなと思って、これ多分過去の動画の恨みを晴らしに来てるなってね、多分ぶっ殺しに来てるなこいつっていう。今日はね、またガルムの新商品というそうですね、ところですよね。はい。でこれから先いくつかこう続けて出てくるんですけど、まず一つ目という形で。ES のナックルかな。伊藤さんステッカーじゃなくて。じゃなくて ES のアルミのナックル。ES っていうのはイージーセットアップシリーズってやつですよね。それのナックルが今まであったんですけど、それのタイプ2っていう形の設定値をちょっと変えたようなやつをやってますんで、プラスして、今までちょっとね言われてたその切れ角の調整をもう少しやれるようにしたいっていうリクエストがあったんで、その辺盛り込んであるんで、もうちょっとだけもうちょっとだけ ES なんだけど、そういうのを持ってきましたんで。ヨードさんって開発でいつも CAD とか使ってるんですけれども、忙しいですよね、かなり。そうですね。毎日 CAD 向き合ってるんですか？一応ついてはいますね。ただなんて言うんでしょう、何もしないでぼーっとしてる時の方が多いですけど、頭の中で考えてる時の。そっかそっか、そういう風なクリエイターの方になるんで、やっぱり想像してるんですか？そういう方が多いかな。やっぱりそのアイディアをちょっともっと覚醒させるためになんか言っちゃったりとか。いかんね、これいかんね、名前がこういうことやってるとね、またあれから仲が悪くなったってまた言われちゃうんでね、やばいですよね。福さんにヨードさんをいじってるのは僕だけだって言われて、そうかなと思って。そんなことないよね。でもそうかな。そうオーバードーズの開発者ですよって福さんに言われて、そう言われてみりゃそうだったなって、その時納得しちゃったんですよね。すいません、僕なかなかあんまり場の空気が読めないんで。広坂さんにもね、14回世界チャンピオンでしたっけ、ツーリングで撮ったんですかって言っちゃった人間なんでコメントに「お前は失礼だろ」って書いてあるので、知らんもんは知らないからしょうがねえだろって僕思ったんですけどね。じゃあ商品の方見ていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日も暑いですね。じゃあ中の方行きたいと思います。あんまり気にしないでください。あんまり気にしないでください。これ見てください、これ。すごい、これ結構持ってる人多いよね。なんか物量の割には意外とお値打ちな感じがした。結構するのかなと思ったら、このぐらいなんだと思って、ね。そうですね。はい、じゃあ、今日ご紹介するのは、ES アルミナックルタイプ2。もちろん車についてますけどね。触っていいですね。大丈夫です。これが従来のタイプ1ですね。こっちが、今回のタイプ2。ほぼほぼ似たような感じなんですけど、何が変わったかっていうと、キングピアングル、こっちがタイプ2、こっちがタイプ1。従来こっちの赤い方、これが、キングピアングルが1度に設定されてました。でそれを今回のタイプ2は4度にしました。最初にこのタイプ1をやった時は、うちのシャーシを初めてやってくれる人っていうのがここにもありますけど、このノーマルのナックルね、これキングピアングル5度ついてるんですけど、5度ついててトレールが 1.5 ミリついてるナックルなんですけど、こういうナックルって標準でついてる車ってなかなか珍しいんですよね。で割と癖があるというか、使い方がわからないよっていう人が多かったので、それでこのタイプ1の、キングピアングル1度でトレールもなしっていうのを作りました。でこれで他の車と同じような感覚で乗れるかなっていうところを、楽しんでもらってたんですけど、やっぱりガルムらしいちょっとフロントがしっかりした感じ、トレッセがしっかりしてる感覚を味わってほしいなっていうのと、そういうのを望むお客さんもちょいちょい増えてきたので、従来、以前からうちの車をやってくれてた人はぶっちゃけ言ってしまうと、この ES ってあまり必要がなかった、そういうしっかりしたフロントに慣れてるっていうのもあるのでいらなかったんですけど、初めてやる方っていうのはやっぱちょっと慣れてなかったっていうのがあったんですよね。
だけど、まあ、そういう今までやってくれてた人の車を見たりとか乗ったりとかして自分ももうちょっとああいう風に近づけたいな。でもいきなり行くとやっぱり大変だなっていうのがあるので、その間を埋めるような感じで、キングピアングル4度、ノーマルは5度なんですけど、まあ、4度っていう数字に設定してみました。これねタイプ1タイプ2って呼んでますけど、まあ、一応僕の中ではこれセッティングパーツとして考えてほしくて、場所によってはタイプ1もうちょっとフロントを聞いた方がいいなっていう場合はこっちに変えてもらう。でそれがやりやすいように、これ今までうちのは違ったんですけど、今回はこのロアの、キングピンボールの位置を基準にキングピアングルを変えてます。なので、まあ、ちょっと話逆になっちゃうんですけど、これ今タイプ2がついてるんですよね。でそこにこのタイプ1に取り替えました場合、従来のうちの調整の仕方、設定の仕方でいくとこのね幅が変わっちゃったんですよ。なのでロアアームを長さを変えたりとかしなきゃいけなかったんですけど、今回はロアアーム基準、まあ言ってみたら他の他社さんがやられてるやり方に似てるやり方なんですよね。なのでキングピアングルを変えてもこの幅は変わらない。ただアッパーアームの長さとタイロットの長さを変えますっていう、一応そういう調整の仕方にしてあります。なのでこう付け替えがこう楽にできるようにしてあります。であとアッカーマンの位置もこのタイロットの取り付け位置ですね。これも、キングピン軸に対してゼロアッカーマンの位置になってますね。これは変わらずですね。なのでキングピンアングルだけが純粋に変わる感じです。でそれと今回、まあ、ES シリーズってね、そのイージーセットアップではもうポン付けで使えますよっていうところが売りの商品なんですけど、今回の唯一の調整の箇所があるんですけど、でそれがこのナックルストッパーが当たる位置ですね。それがね調整できるようになってます。で今までタイプ1だと、まあ、決め打ちだったんですね。これ1本しかなかったんで、まあ、ES ポン付けで使えるようにしたかったんで、ノーマルから、まあ、ちょっとそのモディファイしたような車に対応できるようにしてたんですけど、やっぱりどうしてもこう自分でねいろいろやってる方ってちょっと切れ額足りないなとかっていう声がちらほらあったので、今回はノーマルの状態からさらにもっと追い込んだところでも切れ角が十分取れるように調整式にしてみました。でまずね構造なんですけど、これがナックルストッパーなんですね。でこれ見てもらうと分かるかな。この外周に対してこうネジの穴がずれてるんですよ。オフセットされてる形になりますよね。そう変身してあるんですよ。でこれによってナックル側は、まあ、ただのネジ穴なんですよね。でここにこういう感じでつくんですけど、でこのネジ穴中心でこのナックルストッパー自体がこういうふうにこう変身して回るので、それによって切れ角が調整できるようになるっていう感じですね。で具体的に動きを見てもらうと、ちょっと今仮で回しますけど結構見れるかな。見れます？これで、これでこう回すとこれナックルストッパー動いてるの分かりますよ。ああすごい。うん、こういう動きをするんですね。でこれによってこれが一番切れ角少ない状態で、これがぐるっといって半周するとこれが一番切れ角が多い状態で、これがさっきのネジ穴変身している量が、コンマ5ミリなんですね。なのでさっきのここからここまで行くのが、1ミリ違うことになるんですね。でこれ位置が1ミリ違うっていうことはですよ、ナックルストッパーの太さでいくと2ミリ分動くことになるんですね。なのでそのナックルストッパー2ミリ違いのものをほぼほぼ無段階で調整ができるっていうことになりますね。でこの動きがなかなかねちょっと理解されにくかったので、まあ、この機会にちょっと動きをね今見てもらいましたけど、こうちょうどいい位置でこのネジをこう締めてもらう。でこの六角が 5.5 の六角になってるんで M3 のねナットを締めるボックスで固定して、でこっちから締めてっていうふうにすれば簡単に調整ができるようになってます。いわゆる4ミリだった例えば固定式のナックルストッパーが2ミリのところまでいけるっていう、そういうことですよね。はい、そういう感じですね。すごいですね。それいいね。普通ね4とかあってね、4があって 3.5 があって3があって、そうですね、2.5 があってっていう感じじゃないですか。はい、そうするとね置いとくとネズミが持ってっちゃうかもしれないですからね。
ね、持ってないと調整ができないから、僕がそういうの嫌いな人なんで、うちねよくこう調整するときステップアジャストってギザギザ使ってるんですけど、ありますね。あれもペーサーを持ってないと調整できないとかっていうのが嫌いなんですよ。極力こう何もせずに調整できるようにしたいなっていうのがあるので、今回も何も買い足さずに調整ができるというふうにしてあります。これはすごい。ヨーダさんすごい。拍手。本当に思ってますね。この車もね今この辺何も加工せずにやってますけど、このぐらいの切れ角はいけるんですよ。ガチ切れだ。でこれでもまだいけるんですよね。まだ全開ではないので、まだ追い込めるんだ。まだいけます。すごいの。じゃあほぼ90度ぐらい曲がっちゃうね、これ。なのでこれもいろんなところはドアームとかね、そういうところ削らずにいける範囲内、ちょっとこの辺は削っちゃってますけど、ドアームにね当たらないぐらいのところっていうのでこのぐらいにしてありますけど、まだいけるんですよね。じゃあついでにヨーダさんのマシン紹介いきましょうか。そうですね。でこれは、さっきも紹介させてもらったんですけど ES の、足回りが組んである、仕様になってます。 ES のナックに ES のサスアームで、後ろは ES のサスアームとアップライトが組まれてます。あと ES のショックタワー、リアのショックタワーも入ってます。ハイブレードショックのスペック3、スペック3ですよね。はい。が入ってますね。バンパーもこれがついていて、この辺も本当にオプションパーツがてんこ盛りなんですよね。その足回りが ES っていうこと以外はもうほぼほぼフルオプション状態になってますね。このアッパーも調整式のやつと、これが何でしたっけ？これがねメインシャーシがねトランスレンジシャーシ、要はホイールベースが変えられるタイプになってます。あとはそのネジの締める位置とかでこうロール特性が変えられるようになってます。なるほどなるほど。あとはこのリアマウントのタイプ2。タイプ2ですよね。これはギアドライブになってます。なかなか高級品ですよね。まあでも何しようかな、コアなファンがついてるってね。そうですね。で最近やっぱ新しく始めてくれた人も多くて、こう徐々にねオプションパーツを入れてってくれてるので、こんなぐらいの仕様は意外と多いですね。なるほどなるほど。嬉しい限りでメカの方がアキバスのラットでジャイロが双葉の GYD550 ですね。モーターがアキバンスのフレッチの 13.5 かな。10.5です。10.5ですか。10.5の4号のローターなるほど。ハイトルク型ですよね。ちなみにオイル何番入ってます？後ろが15番でフロントが12.5 番っていう変なあれなんですけど、これ混ぜて10番と15番の間を作ってます。ブレンドしたやつってことですよね。あとはこれ最近出てきたこのバズブレイクっていうブランドのタイヤですね。最近このリアの30ミリが出てきたので、今メインでこれ使ってます。ヨードさんの伝えたいことは全て伝わったでしょうかね。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい。最後に記念撮影しましょうか。またいきますよ。はい、チーズ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。